まず、皆さんご苦労様でございます。先ほど本会議私も2階の方からご一緒しておりました。まずは浜田君、非常によくやってくれた、頑張ってくれたというのが胸が熱くなりましたが、多くの、当然議場では浜田参議院議員に対してヤジであったり、非難の嵐であったというのは理解しておりますが、一方で、この国会中継ライブでご覧いただいた国民の皆さんはどう感じたかというと、当然すべてではない、また多く多数ではないけども、おそらく 5%、10%、あるいは 20% の国民がこういった議論を期待してたと思います。少なくとも私は今日の浜田参議院議員のガーシーに代わる弁明、非常に良かったと思います。国会議員の方々は自分たちが国会議員が何をするべきものなのかっていうのをよく分かってらっしゃらないというのがよく分かりました。議場で発言者の話を聞かずヤジを飛ばし、特に驚いたのが、それはあなたの一方的な主張だ、一方的な主張する場でしょ、国会ってそういう場じゃないですか。少数派の意見をそこで自由にできる、それが憲法51条、52条だったかもしれませんが、院内での発言については民事刑事を問わず責任を取らなくていい。浜田聡参議院議員がガーシーに代わり、ガーシーの気持ちを述べる、それを一方的な主張をするな、それはこの場でするところではない。憲法や国会法勉強している人たちがほとんどいないんでしょうね。驚きましたよ。そして周りの人たち、周りの議員と同じような対応をしていればいい。そんな中でね、唯一さすが私が事前に言っていた通り、山本太郎さん、れいわ新選組さんは欠席されてましたね。よくお分かりだと思いますよ。我々とれいわ新選組さんは基本的なその政策というか、原発賛成反対とか国防の問題についても全然そこは違います。ほとんどが相反しますが、やはり国会議員の役割については山本太郎代表率いるれいわ新選組さんは非常に賢明な、あそこを退場されたということについてはですね、賢明な措置をされる国会議員の大半もいらっしゃるなというのを感じております。従いまして全会一致ではありません。少なくともれいわ新選組さんは欠席を議場を後にされておりましたので、欠席をされております。この状況下の中で今後ガーシーは、今日もう一度ガーシーと電話で話をしてみますが、おそらく帰ってこないだろうとは思います。やはり、昨日の弁明、私どもは楽天三木谷社長であり、俳優綾野剛氏に対して昨日民事訴訟を提起した、これに関して虚偽告訴であるというような主張をさせていただきましたが、すべてのメディアが忖度をし、この楽天三木谷さんや綾野剛氏の名前を報道されませんでした。当然ですよね。民放テレビ新聞社は楽天三木谷さんから多額のスポンサー料をもらっているために忖度して報道できない、当然のことです。しかしながら NHK はどうだったでしょうか。忖度しなくていい報道ができる NHK がこれまた楽天三木谷さんや綾野剛さん報道されていませんでした。本日 NHK 相手に再度民事裁判提訴します。まさに NHK のやっていることがおかしい、そこにつながっていきます。理解できない方はまだまだ知識が乏しい方だと思います。今日の浜田聡参議院議員に対しての弁明、明らかにガーシーが国会に来ないことについて弁明してます。ところが人の話を最後まで聞くこともなく弁明になっていないというような注意が出たということに対しても、私がテレビ朝日をね、昨年途中で退場させられたものと同じ空気を感じました。従いましてこれからもですね、我々にそれなりの民意が届くでしょう。別にガーシーは国会で何かに迷惑をかけたわけではありません。ただ来ていないだけです。それどころか相撲首位書10本やってます。コラボ問題であったり NHK の問題であったり、そういった仕事をしていることが疎ましいんでしょう。激しいヤジが飛んでましたよ。国会でのヤジはそれこそ国会法で禁止されてますよ。不規則発言、あのように違法行為を行ってでも浜田聡の弁明をもみ消そうとしている
こういった国会議員に対して我々 NHK 党としては少数政党ではありますが、しっかりと戦っていく。そしてこれまではテレビや新聞でしか国会中継報道されませんでしたが、今はインターネットがありますから、多くの国民が浜田がどんなことを本会議で言ったのか、そしてそれをメディアがどう報じているのか、その忖度報道をこれから見ていただくことになろうかと思いますので、我々は特に粛々と今後もこの国のために、国民のために活動していきたいと考えております。あとガーシーに関しては、一度今日は電話をして帰ってこないですかと、帰ってくれば一発即決です。確認はしてみます。日々警察の捜査の情報も私ども間接的に入ってきておりますので、帰ってくることに対してそこまで高いハードルがあるわけではないというようなところも含めてですね、これガーシーが拒否すれば一発終わる話ですから、そこについてはできるだけ我々もこれ今民事裁判提訴していますので、この辞職というか除名に対してはできるだけ時間をかけてやっていただければ、我々の主張している虚偽告訴について証明されると思います。綾野剛さんは間違いなく17歳の女の子にお酒を飲ませ淫行しました。三木谷さんに対しても嘘はついておりません。しかしながらガーシーがドバイに行くからというだけで一方的な刑事告訴をされている。民事裁判してきてないんですよ。このようなまさに弱い者をいじめる、お金の力で弱い者をいじめているガーシーも国会議員でありますが、言っても一人の人間です。そのようなお金の力を使って不当に逮捕される恐れがあるのであれば帰ってこれないというのも私は分かります。そんな人間を私が無理に立候補してくれと説得したわけですから、全ての原因は私にあります。全ての責任は私にあります。だから私は最後までガーシーを守ります。そして多くの国民とは言いませんが、一部の理解できている国民が NHK 党や私やガーシーの、そして浜田君の今日の発言に賛同いただけると、それは確信しております。私の方からは以上です。何かございましたらどうぞ。はいですね。はい、どうぞ。はい。デイリースポーツ杉田と申します。はい。立花さん、先ほど今日ガーシーさんにお電話されて帰国するかの意思を問うということでしたけれども、はい。ガーシーさんがもし帰るということ、いろんなハードルがあると思います。はい。帰るという意思を示したとなったら、はい、登院する可能性があるということですか。もちろん登院をした方がこれもう黙るわけですよね。今日ヤジを飛ばした方々がガーシーが出てきたら、別にガーシーは、今日のね浜田参議院議員の発言は場合によっては発言に対しての懲罰があるかもしれませんが、ガーシーに関しては登院していないだけですから、もう登院した時点で懲罰委員会とか懲罰は全部次へのステップはないわけですから、1日だけでもですね来てピンポイントで来てですね、また皆さんうるさいでしょうから、そこはもう内緒で、来てですね、突然国会に現れるというような今シナリオを考えております。ですから皆さんは、ガーシーが来るという報道をしたり、ガーシーが来ないという報道をしていますが、そんなの我々が本当のことを言うわけがありませんから、そこについては、来ないとも来るとも、それはガーシーが除名されるまでむしろ来る確率の方が高いと思っています。はい。ありますか。いいですか。どうぞ。はい。はい。今回本会議、この過料を決めることにあたって本会議を開くということになって、全員の参議院議員が国会に来るということで、15分ですが開かれたということに関しては何かはい、非常に、我々 NHK 党の議員がですね、本会議場の登壇をして話すことができたと。一方で本当に何て言うんでしょうかね、くだらないルールなんでしょう。これをわざわざ本会議を開いてやらなければいけないというルールにのっとってやらざるを得なかったんでしょうね。だから、地元で、ゆっくりしておきたい人たちが国会に呼び出されてやっちゃいけない不規則発言を繰り返したと。それを本当に国民の皆さんがどう見るかという意味では良かったと思いますよ。何度も言いますが、
国会で議長の指名を受けずに発言することは違法ですから、やじは違法ですから、やじをしたいならやじをしてもいいと、不規則発言がいいというように法律を作り変えればいいわけであって、多くの国民がこれまで国会を見ていた国民ではない国民がこの国会をおそらく見たと思います。選挙に行かない約半数の有権者のうちの多くがこの国会を見たと。日頃ね、台本通りにやってる国会ではなく、今日のように途中であれ何のために集まってたんですかね。内容に対してはね、今後の懲罰などもしかしたら検討しているのかなという。日頃見ない光景でしょ。日頃見ないじゃないですか。日頃全部猿芝居ですよ。打ち合わせ通りですよ。誰が発言者がどんな発言をするか事前に検閲をして問題ないものしかやらせない。ところが本会議場であのような事前の打ち合わせにないことを言ったら慌てて「おいおいおい仲間集まれみんな来い!」うわーって集まってどうしていいかわからない。で議長にこうわけのわからんこと言わしてる。テレビ朝日がやったことと同じことですよ。テレビ朝日の幹部が立花が喋ってる時に何とか止めなきゃいけない。だから議長に、僕の場合は大越キャスターにとにかく議題と違うことを喋ってるから止めさせようとした。同じことじゃないですか。あのようにかっこ悪いでしょ。発言を許可しておきながら発言が特段ね憲法で保障されているんですよ。どんなことを浜田参議院議員があの場で言っても全ての罪は免責されると憲法に書いてるんですよ。なのにそれが問題だったら全部喋らせて後から処罰すればいいわけでしょ。途中でやめさせようとする。恐ろしいことです。ですからそういう意味では今日本会議が開かれたことについては非常に意味があったと。むしろ国民にとっては非常に価値がある本会議が開かれたと思います。記者さんよろしいでしょうか。以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。